青春かよ。ごきげんよう。ベルです。今日も本を読む文学 YouTuber です。一冊読み終えましたので書評をしていきます。今回紹介するのはこちら。武田綾乃著、青い春を数えてです。数えても数えても数えきれない葛藤。青春の一言で片付けないで。まさに青春って感じのカバーデザインですよね。著者の武田綾乃さんは響けユーフォニアムシリーズの作者として有名な方です。私は初めて武田さんの作品を読みまして、ハマった。まず私青春物語が好きですし、何よりね、女性の心の動きに共感するのが好きなんですよ。さあ、気になる内容紹介していきます。形式は少しずつつながりのある女子高生が主人公の連作短編です。全部で5編収録されています。いやー、どれも印象に残ってるんですよね。ということで、ここからは私が各編のあらすじ、見どころ、感想、そして心に響いたフレーズというのを合わせてお届けです。第1編は白線と一歩。 NHK のコンテストを目指す放送部のお話です。エース女子部員アリサとあることをきっかけに消極的になってしまった千咲。2人の間の溝はお互い気になっているところなのですが、近づいた瞬間険悪なムードに。しかしただただ純粋な新入部員ユイナが現れて、その一言に救われるのか。2人いや3人の絆と放送部の行方はいかに。私は1編目にもかかわらず最後のシーンで涙してしまいました。じゃあ優しくない私のことは嫌いなの？第2編は赤点と2万。効率重視、無駄なことはしたくない帰宅部7。受験に関係ない勉強はしないため、いつも一人で生物の補習を受けています。でも今回はなぜか学年トップクラスの秀才長谷部がいるではないか。彼は何でも放送部の千咲に感化され、あることを検証しているのだという。私立や推薦ってずるいの？シビアなトーク満載の2人の掛け合いが面白いです。損得でしか考えられない人生ってやれることが決まっちゃうから、結局損してる気がするんだよね。第3編は側転と参加。料理部のマーヤは毎日のお弁当作りとその写真を SNS にアップすることが趣味。何でもそつなくこなす系女子です。マーヤには大学生の姉がいるのですが、こちらは愛嬌だけが取り柄。失敗しても愛され、みんなの記憶に残ります。私だって努力してるのに成功して当たり前なのに、お姉ちゃんはなんで？ある SNS の投稿がきっかけとなり、マーヤの思いが溢れ出します。一方、姉はマーヤのことをどう思っていたのかというと、 SNS という現代の悩みの種になり得るテーマに共感しまくりでした。自分が思ってることをちゃんと言えばいいんだよ。読めばなぜここを引用したのかがわかります。第4編は作戦と資格。吹奏楽部の泉は女子には珍しく制服はスラックスを選択。さっぱりした性格も手伝って女子からは大人気です。しかし泉自身は性を含め自分は一体何者かを深く考えていました。同級生と電車で帰ることになったある日、泉は悪気のない一言を浴びてしまいます。すると泉が一人になった瞬間、一部始終を見ていた他校の女子高生が嵐のように猛抗議。見知らぬ奴との謎の終点旅が始まるのであった。思春期の違和感、一番内なる葛藤にフォーカスしている作品だと思いました。じゃあな、ジョバンニ。銀河鉄道の夜ですね。第5編は漠然と5体。地味な学級委員細谷は最近絶賛ずる休み中。今日も学校の最寄り駅を電車で通り過ぎていったところ、例の嵐のような美女ギャル JK 現る。清水は学校で妊娠の噂が立っているような状態で関わりたくないのが本音。でもその迫力に圧倒され、ずるずると2人逃避行。細谷は余計なことを気にしてしまう性格で、ネットの情報でしか考えを述べることができない。一方、清水は何かに縛られることが大嫌い。しかし真逆な2人には共通してふんわりと浮かぶ言葉がありました。死にたい。非日常を味わうことで日常を俯瞰できる作品です。正論座、君を救えない。はい、皆さんどの辺が一番気になりましたか？本日の投票カードをポチッと押してみてください。どれも文化部帰宅部が主人公というところが、文系陰キャ自称 JK としては共感どころ満載でした。眩しすぎる青春ではないからこそ、どれも自分に当てはまるところがあるというか、
読後感もすっきりするタイプの小説で私好みでした。また設定でラノベっぽい雰囲気を持たれるかもしれませんが、そうではないです。私は青春文学作品だと思います。芸術的な表現にしびれる。初めて知った言葉も多く思わず調べちゃいました。最後にこれだけ言わせてください。このカバーデザイン、私なんで海でセーラーで赤いペディキュアでスマホでっていうのが読み進めてもわからなかったんですよ。でも最後の5編の最後の方で納得しました。また見返してかなりお気に入りのデザインです。ということでおすすめの人は女子学生、文化部または帰宅部、あの頃の青春葛藤を思い出したい、 SNS やネット文化に思うところがある、今辛いことがある、逃げたいという感じですね。武田綾乃著青い春を数えて、参考までに概要欄に Amazon リンクを貼っておきます。ちなみにこの青い春を数えての編集者の方って実は YouTube デビューしてます。私が MC を務めているブンブンチャンネル、略してブンチャンで講談社の文芸局に潜入した回があったんですけれども、そこで対応してくださった編集者中谷さんがこの著書の編集者。その際にね、よかったらプレゼントしていただいて、ぜひそちらの動画の方もチェックしてみてください。青春×ライドで青葉ライドっていう作品もありましたけれども、私はぜひね、学術機関を舞台にした赤葉ライドっていう作品を見たくない。最後までのご視聴ありがとうございます。この動画が面白いなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それではごきげんよう。ぜひ中谷さんの動画見てみてください。ちなみに今読んでいるのはブロードキャストです。あと3分の1ぐらいで終わるかな。